こんにちは、グッドの庭です。今回、ご覧いただいている通りですね、グッドオンの、今年26年目になるんですけど、その歴史の中で、グッドオンといえば後染めですね。後染めでこれまで作ってきたカラーを、集められるだけサンプル集めてみました。トータル今ここに並んでるので72色あるんですけど、実際にはもっと多分作ってるはずで、もうサンプルすら残ってないような色もあるんですけど、これだけ、一度に並べてみました。ちょっと今回は、そういったちょっと空張りとか後染めについて、社内の、ベテランメンバーでちょっと語ってみようかなということで、集まっていただきました。こちらから営業の野村さんと、広沢さん、生産管理の福留さん、来てもらいました。それぞれ、ちょっと思い入れのある色とかピックアップしてお話聞いていきたいなと思ってるんですけど、まずは僕からいきましょうか。思い入れっていう話で言うと、このネオンカラーっていうシリーズで、ここのフラッグシップショップ今年できて5年目になるんですけど、お店オープンした時にお店別注っていう形でネオンカラーのシリーズ作らせてもらって、この3色作ったんですよね。当時の5年ぐらい前のトレンド感とかもちょっと踏まえて、こういう蛍光色みたいな色をありがとうございます。もちろん。それをこのピグメントで表現したっていうのが結構新しいですよね。これ良かったね。ね、結構評判良くて、知り合いの人とかそのスタイリストさんとか、なんか業界の方も結構買っていただいたイメージで、オープンして結構瞬く間に売れてなくなっちゃったんですけど、これはでもあれですよ、再販の声は非常に多いですよ。多いですよね。言われますね。これがかなり作るの難しくて。難しいですね。結構試しでいろいろ何回も染めてもらったイメージですよね。反応染めのね、こうパキッとした色合いで蛍光色っていうのは割と、あるかなと思うんですけど、この蛍光色を経年変化で色あせして徐々にこうパステルっぽい淡い色になっていくっていうのがまた面白いところで、改めて見るとやっぱいいね。この薄いピグメントっていいよね。結構薄い色ってやっぱピグメントで染めるの難しかったりするんですかね。そうですね。ムラになったりとか、特にこの蛍光色は色の出し方がすごい難しいので、やっぱり安定性もないですし、量産がなかなかね難しいんですよ。ね、なんかそういうイメージあって、本当限定でしかちょっとその時は作れなかったので、今後ちょっと作れるかどうかはまたその技術もまた上がってると思うので、そういうのも考えていくのは一つ。なんかね、また久しぶりにちょっとこういう明るいライトカラー、ピグメントっていうのもなんかこうやって久しぶりに見てみるといいかなっていう感じしますね。ちなみに色の名前がね、これ僕考えさせてもらって、ピグメントのピスタチオ、オーロラ、ピグメント、キャナリっていうカナリアと、これオーロラソースの色をイメージして、でこれがピスタチオのマカロンが僕大好物なんでその色をイメージして作ってもらいました、ですね。野村さんとかどうですか、こうやって見てもらって。僕はそうですね、野村さん普段地味ですからね。割と地味な色を好みます。グレーとか着てるイメージですね。今日もアスカラーですけど。でもこれなんか僕結構好き着てるでねしたね。着てるね、それ。結構すごい着てるんですけど今やってないですね。ちょっと前ですよね。ちょっと前です。3、4年もっと前。なんだっけ？これグレープ、ベルベットです。ベルベット。ベルベット。だからじゃあグレープ、でも同じような色目でグレープってありましたよね。要はピグメントネイビーとパープルの中間色みたいな。そうですね。なんか古着でいうなんかナスコンみたいなイメージもあるし、ちょっと着やすいパープルみたいな感じで、これは結構よく着てましたね。また色あせしてちょっとこのパープル味が抜けてくるといい感じですよね。そうなんですよね。これ色ね結構抜けていった時にすごいいい当たりが出て。野村さんに関しては本当に着倒しちゃうからね。限界まで色を限界まで着るんで。買い直してください。そうですね。買い直したいけどやってないねこれ。またできたらまたやりたいですねこれね。いいですよね。パープル系も結構毎シーズンそのトレンド感っていうか変えながら合わせながらちょっとこう濃さ変えたりとか微妙に変えながらいろいろ作ってますよね。こうやって見ても結構
パープルっぽいのあったりとか、最近だとこのライトパープルっていうのをこの何シーズンか続けて作ってたり、あとはほらここにないけどリリーっていうね、リリーねそうですね、ちょっと明るめすごのく良かったあれもいいですよあれね。も評判良くて、結構紫好きは多いですよね、うちのお客さんも。まあでも濃いからね、非常にコーディネートもしやすいと思うんで、これそうなんですよ。僕みたいな結構地味な色が好きな地味人もちょっと楽しめる差し色って感じです。はい、そうですね、野村さんのイメージ確かに。これはなんだっけ、 T シャツ以外に結構やってたっけ？結構パーカーとか、ね、ロンティーも僕持ってますし、秋冬に確かこれと、あとあの辺にあるボルドーとか、ちょっとね秋冬っぽいちょっと渋めの色のシリーズで作った時ありましたよね。そうですねその時の打ち出しでやってた色で。だからスレートとかもこの時に誕生したんじゃなかったでしたっけ？そのぐらいの時代ですよね。スレート、確かスレート、ボルドー、これとあとなんかみたいなやりましたね。4色ぐらいでこう秋冬のカラーで、この3色で秋冬ちょっと打ち出しして、ね、やったな、それは。コレクション的な感じで作った時ありましたね。割とこっちはだから生き残って今でもすごい現役でもうこれはすごいもんね本当すごいですね。今のスレ大人ートはも気カラーですけどうね。レギュラーカラーですよね。ちょっとこれもまたぜひやりたいですね。これどういう経緯で作ったかとかって皆さん覚えてます？なんかその考えた時元ネタとか。いや、もう基本的にはもう感覚ですね。着たい色を作るっていう基本的にグットンは、こう新商品っていうのは、まあ、そのトレンドの形っていうのはほぼ意識してないんですよね。やっぱりね、物が丈夫ですし、まあ、長く着ていただくのに、はい、そういうトレンドの、ね、形は必要ないっていうことで、まあ、ただその色に関しては結構もう日々アンテナ張ってね、やっぱりこうファッションとリンクするようなカラーは意図的に入れるようにはしてきたんだけども、まあでもよくやったよねこれ本当にね、本当にそれぞれね、色の名前とかもこうみんなで考えてちょっと凝った名前にしてたりとか。詳しくは年代わからないけど、おそらくその時にちょっとトレンド感があったカラーだと思われる。結構広沢さんとかだとね、古着とか自分で持ってる昔の T シャツとかスウェットで、やっぱり自分の持ってるこう、ね、古着がいっぱいあるんで、でね、やっぱ古着って同じ色でも個体差があって、やっぱそれをねこう作りたいなって言って、まあ、次話しますけどねじゃあその流れで、まあ言っちゃいますよもう私はね赤なんですよ。赤。そうなんですよ。もう今から思い返すともう25年前。赤系多いっすね。赤系多いんですよ。やっぱり赤好きなんで。でやっぱりその長い歴史の中でスタートはこの反応染めなんですよね、やっぱり。でこれは本当にね、なんかでも紹介してたかな、パーカーでいまだに着てる赤、もうとにかくこれが好きで、やっぱりこう古着でもそうだけど、こうスウェットだったり T シャツだったりとかいろんな種類持ってて、やっぱりそれぞれ赤が違うね、でそんな中で誕生したのがもうこれなんですよ、意外とエフレット。もうこれはだから多分一緒に行ったかな、古着の T シャツ持ってって染め屋さんでこれやってくれってだおそらくこれも何回もやり直してね、だこれは結構僕の中ではこう理想の赤っていう感じかな、これ人気ですね。今でもねすごい。昨年ちょっとねリバイバルしてスウェットにも少し入れさせてもらったんだけど、やっぱり評判が良くて、で、まあ、ちょっと定期的にね定番に織り交ぜていこうかなと思って、なんか落ち着いた赤だから多分ね着やすいんですよ。そうなんですよ。だから結構大人の方もね着用されてる方多いんですけど、これまではこっちが人気だったのかな。これもだいぶしばらく人気だったの、このチェリーっていう。でこれはね、これも着てる人多かったんだけど、すごく色落ちがいい。結構ね、味出るといい。お客さんとか見るとすごくいい色になるんだけどね。ちょっとピンクっぽい感じになって、また全然違う雰囲気ですよね。じゃないフレットになるとちょっと渋くて。まあ個人的にはこれが一番好きなんですね。私は。やっぱり赤ですよね。やっぱ。まあでもよく赤もこんなよく考えたよね。そう微妙な違い。グラデーションやばいですね。これもう名前すらもうちょっと覚えてない。そしたら、まあ、生産管理ですね。やっぱり商品のこの染めのオペレーション一手に担っていただいている福留さん。はい。思い入れのあるやつ。そうですね。僕はまあ実際こうやって色を作ってる中でも、実際僕やっぱ着てる多いんですけど、
黒。もうど定番。超定番ですね。こんだけ色ある中でもやっぱ黒なんですね。やっぱもうグットーンのそのピグメント始まった当初からやっぱずっとやってる色で、この濃度っていうのがやっぱものすごくピグメントで難しい。もう福留さんは自信と誇りを持ってますからピグメント。これも黒です。同じブラックなんですけど、やっぱこれ多分5、6年全然違いますね。結構着る頻度多いんですけど、いい色かになってますなりいい色に落ちて当たり感もすごく出るんで、この経年変化がすごいやっぱ好きで着てますね。だからその濃い状態に染めてるっていう。そうです。この限界まで濃いピグメントをまた自分で落としていくっていうのがね、そうなんですよね。このブラックは特に楽しめますよね。そうなんです。でバリエーションで黒を落としただからこれだよね。そうです。そうあ、グレー。グレー。今着てるのと一緒じゃないですか。だからブラックを落ちたイメージで作ったのがこのグレーっていう。最初からちょっと味出た。味出た色にしたいよっていう人はこっちの方を選んでもらうように作ったっていう。またこれはこれで落ちてきますよね。そうここからまたどんどん合わせていくんですけど、それが今度この色になるっていう、アッシュ。これもうね今でもやっぱやってる3段階そう色なんで、やっぱねこんだけバリエーションが作れるっていうのもすごいなんか色、まあ黒なんですけどすごく魅力的だなっていう。そうですね。アッシュになってくるとメタルグレー、木グレーにもまた近い雰囲気があるけど、また微妙に違って先染めなんですけど結構近い色ですね。やっぱねこの素材がやっぱアメリカの面なんでこういうちょっと木っぽい感じに出るのがやっぱ薄い色が特徴なんで。比較的薄いのはそうですね。これちょっと木っぽくなるよね。サックスとかさ。そうですね。淡い系の色もそれはそれでまた違った雰囲気で。そうですね。これはやっぱ一番好きですね。こんなに色やってるんですけど。一番売れてますよね。ブラックはどの商品でもずっと定番で作ってて人気ですしね。でもまあこれをよく管理してるよね。いやめちゃくちゃ大変ですよ。まあシーズンでこれ全色やるってことはないんですけども、まあでも30色ぐらいは常時染めてるわけでしょ。大体ちょっと別注の色とかもあるんで35から40ぐらいはやってますよ。これをまあよく先行お嬢さんと福留さんと管理してるなっていつも思うんでね。いや本当ですね。大変です。でこれはだからあれもね職人さんが全部データを持ってるね。そうですね。その都度やっぱその時のデータはずっと保管してあるんで。まあ要はこう数色をこう調合して色を作っていくんですけども、もうグラム単位でやっぱり全部計算してね秘密の極秘のノートがね。だから今この色をやりましょうってなってもすぐできる状態。だから本当これねもう25年の蓄積ですよね。本当そうですね。歴史がねこうやって見ると、これ200の後ろに茶色系でもあんなにあるって考えられない。これいっぺんに作ってる。普通はこのカテゴリーで1色ずつぐらいのね感じですけど、よくやったね。素晴らしいグラデーションになってますね。すごいですね。これ中間のね、すごいよね。その間の色を作ったっていうのは絶妙ですよね。いやだから考えてくださいよ。なんか新しい色を作るっていうともう結局何かと何かの中間色しかないんですよ。でまた作るっていうとこれとこれの間を作るっていうのがどんどん細かくなっていく。その蓄積がこれですね。それをやるとやっぱ今までやってた色を廃盤にしなきゃいけないとかね。だから最近新しい色を作るって言ってね先行場さん打ち合わせ行くんですけど、もう1回でできた試してないよね。ないですね。何回も何回も工場通って打ち合わせしてやってますよね。どうですか天の声さん、これ見てもらって。なかなかこれだけのカラーバリエーション一度に見えるなかなかないですよね。僕らも初めてです。こんだけやってたんだっていうね。そうだ、今回これやりたいなと思ってもいろんなところからサンプルかき集めてきて、よくあったねこれしかし。倉庫あさって見つけてきたんですけど、今回今年の新色のカラーとかも実は伺ったんですけど、今年も作りましたね。作りましたよ。もうこれ新しい色大変でしたよ。今年 2023SS これですね、フラミンコ。これは反応染めで作ってるんで割と赤系ですけどちょっとこう落ち着いた雰囲気で、で切れ目にも切れる感じですね。
経年変化が起きづらいんで、これを、今年はいろんなアイテムで投入して作っていこうということで、みんなで考えて作りました。だからここ最近去年からね作ってるこの着ているコヨーテとかフラミンゴもそうですけど、やっぱりなかなか細かい調合がね、最初ピグメントで試作をしたんですけども、やっぱりこう理想の色が出ないっていうことで何回も何回も作り直ししていただいて、で最終的にリアクティブの方にして、ね、細かい色の調整ができるのかな。そうですね。まあトーン変えたりとかっていうのはまあしやすいの。やっぱり顔料ピグメントとこの反応染めとそれぞれのこう良さっていうか強みがありますよね。反応染めじゃないと出せないこういうなんかこうつるっとした光沢感とか綺麗めな感じはやっぱりこの染め方じゃないと出せなかったりとか。まあね、グッドオンですとやっぱピグメントのイメージが強いですけども、やっぱりこう自分たちでまずね着たい色を作るっていうのが第一で、まあ、そこはやっぱり妥協ができないんで、やっぱこう理想の色に出来上がるように、まあ、時にはリアクティブで作ったり、ピグメント作ったりっていうので、まあ、お客さんに紹介していければいいかなと思ってね。結構久しぶりの赤系の新色っていうことで、はい、またね定期的に赤作りたくなっちゃう、ね、こんだけあるそうこんだけある怒られちゃうよこれ入るとしたらどの辺かなね、ここかな。変わんねえだろこれ多分パパイヤ。これがねピグメントのレッドとか多分その辺で、こっちがパパイヤ。違う。比べると違うんですよ。結構違うんですよ。これちゃんとね。これが今年ちょっとねトロピカルな感じでいいですね。はい。まあ実はちょっと今回こういう感じでせっかくやってみたんで。これ動画見ていただいてる方からもなんかねぜひよければコメントしていただいて、また復活してほしい色とかがあればなんか募集しちゃおうかな。実際作れる作れないっていうのはね福留さんにちょっと頑張ってもらわなきゃいけないんですけど、なんかねせっかくなんで、ここから投票じゃないですけどコメントでぜひ入れていただいて、でそれを参考にねまた僕らでこう企画会議でいろいろ参考にしながら商品作りに生かしていければなっていうことで、ぜひ気軽にコメントで色の名前皆さん書き込んでいただければなと思います。これからもいろんな色みんなで作っていくんで、期待していただければと思います。はい。では皆さん、ぜひチャンネル登録と、気軽にコメント、入れてください。ありがとうございました。今回は。ありがとうございました。ありがとうございました。